やあ、よく来てくれたね、リアちゃん。嬉しいよ。さすが、昔からのゲーム仲間だね。実は君に頼みがあるんだ。モダンジュリを使ってくれないかな。かなりの低評価数がついてるからさ。ここは、ジュリをモダンで使って謝罪するべきじゃないかな。嫌ですね。私はもう過去を捨てた。君たちとは関係ない。そう言うと思ったよ。じゃあ、死んでもらおうかな。無理だな。君が私に勝てるはずがない。失敗作である、君が。失敗作？何のことかな？確認したのですよ。あなたのリプレイを見たとき、あなたがモダンなシードをすぐにやめていたということを。変身。今回はモダンなシードの初級者向け動画だよ。いいんですよ、レコ。無理はしなくても。何のことかな？私と一緒でモダン操作に折れたのでしょう。モダンなシードを諦めたのでしょう。無理して紹介しなくていいんですよ。やめて。ちょっとそう思ったけど、やるって決めたから、ブレさせないで。言って楽になってくださいよ。一体どんな仕様パーツがなくてモダンに折れたんですか？言いなさい。なくなっている主要パーツは、立ち回りに影響するようななくなっている技は、特にないよ。ジュリと違って、宇宙パンチがないからコンボも牽制もきついってことはないよ。モダンなシードで使っている主要牽制が、私がクラシックで使ってた頃とそこまで変わらないから、大きく困るものはなかったよ。少なくとも、まともに戦えないよ、というレベルで、省かれてるものはないんじゃないかな。嘘だ！じゃあなんでモダンなシードをやめたんですか？物足りないからでしょう。私と一緒で物足りないパーツがあると感じたからでしょう。素直にモダンなシードは足りないと白状しなさい。そして低評価を1杯つけられなさい。リアちゃん、仲間を作ろうと必死だね。やっぱりモダンジュリの動画の低評価多かったの？気にしてるの？私は正直に言ったのに、低評価が1杯ついて。ああ、ショックだったんだね。かわいそうなリアちゃん。でも、今回のモダンなシードの動画とは一切関係ないから、そろそろ本題入るね。もっと慰めてくださいよ。後でモダンなシードを続けられなかった理由も話すから、その時にまた、ね。ラシードは DLC コンテンツ第1弾のキャラクターで、スト5では主人公として登場したキャラクターだよ。公式からスピードキャラクターと銘打たれていて、優秀なマイステップと鋭い技の数々で相手を追い詰めて倒すのが魅力だよ。マイステップからのラン、必殺技からの低空ダッシュ派生、逃げに使える三角飛び、2段ジャンプのような空中技など、ユニークな技のラインナップになっていて、相手のリズムを無視して、自分のリズムを押し付けられる魅力があるキャラクターだよ。知らないとどうしようもない多彩な動きで相手をはめて倒すのは、ラシードにしか味わえない快感があるよ。キャラパワーも低くはなさそうなのがいいですよね。プレイヤーさんの分母が少ないので、ぼったくりが横行しているようではありますが、いや、しかし、格闘ゲームは、知らない方が悪い。まあ、格闘ゲームに限らず、ゲームは情報を持ってないとどうしようもないところがありますけどね。だから、良ければここで知っていってね。じゃあ、ラシードの技構成について解説するね。この動画では PS4 の銃声パッドでのデフォルト操作を想定して解説しているよ。ここで紹介していない通常技やコンボはブログにまとめてあるから、時間があったら見に来てね。よろしくお願いします。最初に、ラシードの固有システムである、つむじ風効果、気流効果について。公式のフレーム表だと気流効果とあるから、つむじ風強化も気流効果も同じ意味を指しているよ。この、つむじ風が残っている時に、特定の行動を強化してくれるバフだよ。マイステップやマイジャンプの距離が伸びたり、特殊移動技の距離が伸びたり、必殺技の性能が強化されたり、いろいろな恩恵を受けることができるよ。特定の必殺技の後に出せるバフだから、使い方や設置の仕方はそれぞれの技と一緒に覚えてみてね。次にラシードの固有なランについて。ラシードはマイステップを入力した後に前を入力し続けると、ランに移行するよ。ステップを挟む必要があるのだけども、相手に急速に接近できる手段になっているから、他のキャラとは違うアプローチが可能になっているよ。
そしてランの最中限定の派生技バックアップ。ラン中に6入力プラス弱ボタンで出せる停止性技で飛び道具への対策として使えるよ。ラン中のもう一つの派生技テンペストムーン。気流効果が乗るからコンボで使用することが多いけど、センター当てを意識させた牽制で使うこともあるよ。ランに移行したら必ずしも派生技を出さないといけないわけではないけど、使い方を覚えると戦術の幅が広がるよ。ラシードのもう一つの特権である三角飛び、チュンリーも持っている特殊な動きだね。ジャンプして後ろの端に接触した時に9入力、もしくはジャンプして前の端に接触した時は7入力で出せるジャンプだよ。三角飛びを絡めた読み合いで端から逃げることもあるから、ぜひ使い込んでみてね。じゃあ、必殺技の説明をするね。N+SP、バールウィンドショット、通称、バール、だよ。ノーマル版は斜め上に飛んでいく飛び道具になっていて、オーバードライブ版は真横に飛んでいくよ。少し癖があって初めは使いにくいかもしれないけど、垂直ジャンプを狩ることも可能な頼りになる飛び道具だよ。また、ワールはボタンホールドで貯めることが可能になっているよ。貯めた場合はダメージが上昇し、最大までチャージするとつむじ風を発生させるよ。ワールからのつむじ風はすぐに効いてしまうんだけども、この一瞬の間だけでも強化技が使えるとなると、相手は身構える必要があるんだ。設置ができた段階で相手にとっては大きなプレッシャーになるよ。そして、ワールは正規入力がないのだけども、SP ボタンを押した後に方向キーを入れることで弱番、中番、強番の使い分けが可能だよ。強度の使い分けでワールが飛んでいく角度が変わるから、うまく設置できると相手の前ジャンプなどを潰せるよ。方向キーの入力が早いと別の必殺技が出ちゃうから注意してね。たくさん使って技の感覚を覚えてね。ワールの使い分けあったんですね。正規入力がないから中ワールだけかと思ってました。私もそうだったんだよね。コマンドリストを見たら発動時に追加入力で軌道変化って書いてあって、おやって思ったよ。にわかですいませんでした。次に 6+SP ボタンのスピニングミキサー、通称ミキサーだよ。正規入力は波動拳コマンドで出せるから強度の使い分けが可能になってるよ。ワンボタン版は強版ミキサーになっていて、主に対空に使うよ。そしてスピニングミキサーはつむじ風の効果が乗るよ。それぞれヒット数とダメージがアップするのだけど、弱版ミキサーはガードされても有利が取れるぐらい性能が上がるよ。つむじ風を設置した後に相手が地上から動かないようであれば、弱ミキサーで奇襲をかけるのも有効だよ。コンボの締め、対空、強化派生、多岐にわたる使い道があるから、コンボ練習と対戦をこなしてそれぞれの強度の特色を覚えていってね。でも、注意点があって、対空で使う強版ミキサーは出始めから対空無敵がついてないんだ。強版ミキサーがワンボタンで出せるから猶予はあるけど、ギリギリまで引きつけた空中攻撃は対空できないのに注意してね。この仕様かなりシビアだと思いますが、使ってる感じはどうなのですか？引きつけられないから反応が遅れた時に出せないデメリットがあるのは間違いないのだけど、裏にも攻撃判定がついている強い技だから、この技が1フレームから対空無敵があったら強すぎる気がするよ。多彩な動きができるラシードも制限の一つだと思うから、私としては妥当だと思っているよ。まあ可能だったら出し始めから対空無敵があると嬉しいけどね。そして完全無敵がついているオーバードライブミキサーは切り返しに使えるのだけども、完全無敵がついている時間が短いから注意してね。ほぼ密着専用の切り返しだと考えてね。次に 2+SP ボタンのアラビアン、サイクロン、スト6からの新技になっていて、通称サイクロンだよ。キックとともに竜巻を起こして目の前を攻撃する必殺技で、正規入力は竜巻旋風脚コマンドだよ。コンボパーツに使うことが多いけど、ガードの上からでも相手を揺さぶるために使うこともあるよ。またヒット、ガード、空振り問わずに出せる派生技があって、この派生技を絡めた攻防が強力になっているよ。サイクロンを出した後に 4+ 攻撃ボタンで出せる低空ダッシュ、ウィングストローク。低空ダッシュから空中攻撃に移行できるため、ガードさせるだけでもラシードの有利が続くよ。サイクロンを出した後に 6+ 攻撃ボタンで出せる移動技、アサルトロール。コンボで使うこともあるし、攻めの継続手段として使うこともあるよ。アサルトロール、入力後に追加入力でアサルトネイルが出るよ。必殺技扱いになっているので SASR へのキャンセルが可能だよ。最初は派生を絡めた読み合いを覚えるのが大変だと思うけど、
相手から見ても対応するのに厄介な連携になっているから、自分なりの攻め方を構築してみてね。サイクロンはかなり展開が早くなる必殺技だから、この技を知らないプレイヤーにはぼったくり連携として使うことがあるよ。知らない相手には積極的に使って困らせてあげようね。ぼったくりの推奨反対。そんな闇を広めるべきではないと思います。闇じゃないよ。ラシードの強さを広める大切な符丁だよ。知らないプレイヤーには知ってもらわないといけないでしょ。だから、これは必要悪なんだよ。ぼったくってくるプレイヤーはすぐそうやって自身を正当化する。ラシード使いはね、スト6すべての悪を背負う覚悟でラシードを使ってるんだよ。受け皿なんだよ。私たちは、あらゆるプレイヤーのヘイトの。他のラシード使いさんに怒られるから、主語をでかくするのはやめなさい。大丈夫だよ。ラシード使いはみんな、嫌われキャラ使ってる自覚はあるから。サイクロン関連の読み合いは後で少し触れるから、ぜひ見ていってね。次に 4+SP の、イーグルスパイク、正規入力がないから、出せるのは弱番のイーグルスパイクになるよ。速度も速いと新技になっているんだけど、ガードされると手痛い反撃をもらうから、主な用途はコンボパーツだよ。オーバードライブバーは相手を大きく浮かせるから、各種の技で追撃が可能だよ。コンボと一緒に覚えてね。たまにイーグルスパイクを立ち回りで使っているプレイヤーがいるけど、絶対真似しちゃダメだよ。普通に反撃確定の技だからね。安易に使うのは予想ね。でも、気流効果が乗ると反撃が難しくなるから、ため切りチャージしたワールの後に、奇襲として狙うことはあるよ。距離が限られてるので安易には狙いづらいけど、気流効果を乗せたイーグルスパイクは相手にとっての有効な牽制手段になるのは覚えておいてね。次に前ジャンプの最中に出せる空中必殺技、アラビアン、スカイハイ、通称、スカイハイ、だよ。2段ジャンプのような技になっていて、ジャンプをするときに足元に攻撃判定が出るよ。ボタン強度によってジャンプする距離が変わるよ。また、技の硬直が終わればベッドの空中攻撃を出すことが可能だよ。コンボで使うことが多いけど、画面端からの逃げに使うこともあるよ。スカイハイの後に攻撃をもらうとフォースダウンになるため、考えなしに使うのは危険だけども、2段ジャンプを持っているというだけで相手にとっては予測しないといけない行動になるから、あえて出さないという読み合いも発生するよ。コンボで使用感を覚えた後に、立ち回りでの使い方をいろいろ試してみてね。次に SE1、スーパーラシードキック。文字通り、スーパーでかっこいいラシードのキックだよ。コンボの締めに使ったり、無敵があるので切り返しに使ったりと用途の幅は広いよ。モダン操作の場合はワンボタンで出せることを活かして、切り返しに使っていこう。次に SE2、ユーサール。巨大な竜巻を発生させて、相手を追い詰める特殊な飛び道具だよ。前進速度が非常に遅いため、相手をゆっくり追い詰めることが可能になっていて、ヒット時に相手を大きく打ち上げてコンボに行けるよ。また、この竜巻はつむじ風効果を持っていて、ヒット後にも大きなつむじ風が残るようになっているよ。ヒットさせることができたら大きなダメージを出すことができるし、ヒットする前でも強化ミキサーや強化イーグルを使って相手を追い詰めることが可能になっているよ。この技を出すタイミングや崩し方などは状況によって多岐にわたるから、対戦動画を見たり、実際に使ってみたりして試してみてね。ただし、技の出し始めに無敵がないから、切り返しでは使えないのに注意してね。次に SE3、アルタイル。回転しながら突進して、ヒット時に相手をロックして演出に入る大技になってるよ。無敵がしっかりついているから割り込みや切り返しにも使えるけども、発生と突進速度はそこまで速くないから状況が限られているのに注意してね。最初はコンボと一緒に覚えて、仕様に慣れてきたら割り込めるタイミングを探して使ってみよう。ラシードは技の説明だけで結構多くなりますね。ちょっと最初に覚えることが多いんだよね。だから、使い始めるのに苦労すると思うけど、自分が覚えることが多いということは、対戦相手も覚えないといけないことが多いことでもあるんだ。覚えることが多いキャラは、キャラの連度が上がるとともに一定のレベルまでは勝率も上がりやすくなるから、諦めないでやり続けると見えてくるものも多いよ。対戦を始めるだけなら、竜、剣、ルークの方が簡単な部分も多いけど、スタンダードキャラにはない魅力が詰まっているのは間違いないから、ラシードを使おうと思ったプレイヤーは、根気強く向き合っていってみてね。いい風向きじゃない？じゃあ、ラシードのコンボを紹介するね。繰り返しになるけども、ブログの方でここで紹介していないコンボも記載してるから、ぜひ見に来てね。改めて、よろしくお願いします。最初にアシストコンボから、アシスト弱コンボ、2弱パンチ、5弱 K、弱イーグルスパイク。キャミーと一緒でヒット時にイーグルスパイクを出して、ガード時には出ない自動ヒット確認のアシストコンボだよ。
便利なアシストコンボではあるんだけど、キャミーと違って下段指導じゃないから置き攻めや崩しでは使い難いんだよね。だからあんまり使わないのだけど、小技から弱イーグルにつなげたい場合はアシスト弱コンボを使うほかないから注意してね。次にアシスト中コンボ、ターゲットコンボライジングキック、オーバードライブアラビアンサイクロン、ランから乱6攻撃派生、SE1、クラシックラシードでも使う機会のあるオーバードライブゲージを使った運びコンボだよ。オーバードライブサイクロンを出した後にマイステップからランまで出してくれるかなり便利なコンボだよ。切り上げるまでのターゲットコンボ、ライジングキックまで使うことも多いし、最後の SE1 をミキサーに変えて使うことも多いよ。コンボ入力を連打するだけでなく、必要回数分の入力で済むように練習してみてね。アシスト強コンボ、5大パン、弱スピニングミキサー、SA3。オーバードライブゲージを使わずに SA3 につなげられるコンボだけど、最終的には使わなくなるよ。弱ミキサーより中サイクロンから SA3 につなげた方がダメージが伸びるからね。えらいシンプルなアシスト強コンボですね。オーバードライブゲージを無理に絡めるとダメージが下がったり、バーンアウト時に打てなかったりするから、このシンプルさは評価したいね。ラシードのアシストコンボは、アシスト中はかなり使うから、アシスト中関連のコンボは積極的に覚えてみてね。モダンラシードのアシスト中コンボは実用性が高いから、モダンジュリのアシストコンボと違って全滅じゃないよ。喧嘩売ってます。そのつもりはなかったけど、売ってたとしたら、OK 買います。じゃあ後で対戦しようか。モダンの動画だから、モダン同士で。生意気言ってすいませんでした。話を続けていただけると幸いです。喧嘩を買うときは、時と場合を選ぼうね。次に基礎コンボの紹介をするね。5弱 ×3、弱スピニングミキサー、オア、中スピニングミキサー。ダメージ重視と展開を早くする攻め継続に弱ミキサー、ダウンを取りたい場合は中ミキサーと使い分けてね。アシスト弱、2弱、5弱、弱スピニングミキサー、オア、中スピニングミキサー。2段目に下段攻撃を挟んでいるから、後ろ下がり防止を兼ねた小技コンボだよ。アシスト中、5弱、弱スピニングミキサー、オア、中スピニングミキサー。ジャンプ中、5中、アシスト中、中アラビアンサイクロン。ジャンプ中、5中、アシスト中コンボ。5中、アシスト中、オーバードライブイーグルスパイク、振り向いて弱イーグルスパイク。自分が画面端の時の入れ替えコンボで使ってね。相手画面端、5中、アシスト中2段、中アラビアンサイクロン、6中、弱スピニングミキサー、6中、弱アラビアンサイクロン4攻撃派生。アシスト中2回のターゲットコンボから中サイクロンで拾って、6中から拾い直しをするおしゃれコンボだよ。最大ダメージコンボというわけではないんだけど、コンボの後の状況が良いからぜひ練習してね。サイクロンの低空ダッシュ派生からの空中攻撃は、タイミングを覚えると相手の切り返しをガードできる詐欺飛び、安全飛びを狙えるよ。ぜひ練習してみてね。相手画面端、J2 強、ジャンプ級、好きなコンボ。J2 強はヒットするともう一度空中攻撃を入れることができるよ。相手のグラップを本気で潰したい時のコンボに使ってね。ただし、J2 強を知ってるプレイヤーは、ガードした後に反撃を入れてくるから注意してね。相手画面端、5中、アシスト中3段、強化オーバードライブスピニング、ミキサー、強アラビアン、スカイハイ、J2 強。ドライブインパクトが重なるフレームになっているから、知っている相手にはドライブインパクトを匂わせた置き攻めを展開できるよ。コンボダメージを妥協しない端コンボも紹介しておくね。5中、アシスト中3段、強化版オーバードライブスピニング、ミキサー、中アラビアン、スカイハイ、最低空 J2 強、弱アラビアン、サイクロン、SA3。J2 強を最低空で当てた場合、ラシードはバウンドせずに相手だけバウンドするよ。J2 強のタイミングがシビアだから安定させるのは難しいのだけど、コンボは妥協したくないというプレイヤーはぜひ狙ってね。相手画面端、ドライブインパクトヒット、オア、ガード、アシスト中、5強、弱スピニングミキサー、
強スピニングミキサー。ドライブインパクトの空中ヒット時は弱ミキサーを省いてね。ドライブインパクトパニッシュカウンター、垂直ジャンプ強、特注、弱イーグルスパイク。ドライブインパクトパニッシュカウンター、垂直ジャンプ8強、5強、ちょい前歩き6中、弱イーグルスパイク。自身の連動に合わせて使い分けてね。次にスタン限定コンボ。ラシードのスタンコンボは夢がいっぱいだから、スタンを取れたら高ダメージコンボをぶちかましてあげようね。相手スタン、バックジャンプ、ため切りはあるウィンドショット用派生、垂直ジャンプ強、5中、アシスト中2段、中アラビアンサイクロン、6中、弱スピニングミキサー、6中、弱アラビアンサイクロン4攻撃派生。ゲージを使った本気コンボ、相手スタン、ため切りはあるウィンドショット、強化オーバードライブスピニングミキサー、オーバードライブアラビアンスカイハイ、6中、強スピニングミキサー。もちろん SA さんも入れられるよ。ラシードのスタンコンボは可能な限りゲージを使ってダメージを伸ばすことをおすすめするよ。次にドライブラッシュコンボ。ドライブラッシュ2弱、2中、弱イーグルスパイクは中アラビアンサイクロン。2中、ドライブラッシュアシスト中、アシスト中、もしくはアシスト強、弱イーグルスパイクは中アラビアンサイクロン。ジャンプ中、5中、アシスト中、ドライブラッシュアシスト中、アシスト強、SAH。ジャンプ級、アシスト強、ドライブラッシュ2強、アシスト強、ドライブラッシュ2強、アシスト強、中アラビアンサイクロン、SA3。SA2 ユサールヒット時のコンボ。安定コンボ、SA2 ヒット、落ちてきてから強化オーバードライブスピニングミキサー、オーバードライブアラビアンスカイハイ、6中パンチ、隠しミキサー。画面端、SA2 ヒット、弱イーグルスパイク持続当て、強化オーバードライブスピニングミキサー、オーバードライブアラビアンスカイハイ、6中、強スピニングミキサー。SA2 ヒットの後も大ダメージのチャンスだから、できればオーバードライブゲージがある時に使うようにするとリターンが大きいよ。とりあえず強化版オーバードライブミキサーを当てておけばそれなりのダメージは出るから、SA2 ヒット後に落ちてきた相手をオーバードライブミキサーで拾う練習から始めよう。ラシードは覚えるコンボが多くて大変だけど、焦らず練習して指になじませていってね。次にラシードの連携と考え方を説明するね。開幕の距離以上の中距離戦は、ワールを起点に考えるのをおすすめするよ。ワールで牽制するのはもちろんなんだけど、大事なのはため切りのワールを匂わせることだよ。ため切りワールからつむじ風が発生するから、このつむじ風を使った強襲卓の数々が強力なんだ。相手が攻めてこない場合はため切りワールを設置して、強化弱ミキサーや強化弱イーグルで相手を押し込んでいこう。もちろん、相手もため切りワールを嫌がって飛んでくるなり、飛び道具を打ってくるなりしてくるはずだから、そこを潰してやるように読み合うのが基本になるよ。まずは、ため切りワールを打つかどうかから考えると、少し読み合いが分かりやすくなると思うよ。そして、相手に接触できた時はまずはサイクロンを見せよう。サイクロンは単発で止めるとラシードが不利になっていて、弱と中盤のサイクロンは派生を出しても出さなくても不利になるんだけど、強盤サイクロンからの6攻撃派生、アサルトロールのみ、ラシードが有利になってるよ。つまり、強サイクロンをガードさせることができれば、6攻撃派生からラシードの攻めが継続するよ。ただし、強サイクロンは発生前に暴れられたり、相手に飛ばれて逃げられるリスクがある。相手の暴れを潰すために、弱や中のサイクロンで相手が動くことを抑制する必要もあるよ。相手がガードを固めていると読んだら、強サイクロンで攻めを継続。相手が暴れると読んだら、弱や中のサイクロンで暴れを潰す。ワンパターンにならないように、かつ大胆に攻めていこうね。激闘の末勝利ってな。最後にモダンラシードの所感なんだけど、クラシックラシードからモダンラシードを使ってみて、特別何か不足を感じたわけではないのだけど、モダンで使う意味が見出せなかったかな。私は早々に切り上げました。ほらやっぱり折れたんじゃないですか。何が使用技に困らなかったですか。嘘じゃないですか。折れた、まあ折れたことになるのかな。ただ誤解のないように言っておくけど、クラシックより劣っていると感じたわけではないよ。では
どうしてモダンなシードをやめたんですか？別にクラシック信者というわけではないでしょう。一番の理由は中盤のイーグルスパイクが打てないことかな。置き攻めの圧と相手を端に運ぶ手段が減ってしまっているんだよね。モダンマノンの中盤デカジェが打てないみたいな感じですか？近いかな。コンボダメージが下がっているのも痛いのだけど、強化イーグルスパイクで相手を押し込めないのも困ったね。モダン操作によってコンボが安いだけならまだいいのだけど、攻める手段が減っているのは純粋に面白くなかったかな。ただモダンなシードでも通常技の形成手段は一通り揃っているし、ワンボタン強ミキサーの対空で安定感が増すのは間違いないよ。私の好みに合わなかったというだけで、モダンなシード自体は独自の色が出ているキャラクターだと思うよ。どんなプレイヤーさんに勧められるんですか？ラシードをスタンダードキャラに近い操作感で使いたいプレイヤーにはおすすめしたいかな。押し込むパーツが減っているけど、その分モダンらしい安定感を出すことは可能だからね。牽制手段は一通り揃ってるし、火力も大きく下がるわけではないから、ラシードをどうやって運用したいかで選べると思うよ。実際ランクまで対戦したクラシックラシードは押せ押せで攻めてくるプレイヤーが多かったけど、モダンラシードはルークのように飛ばせて落とす戦法のプレイヤーが多かった印象だね。相手を捕まえた時にサイクロンを絡めた攻防で押すのは共通だから、そこにたどり着くまでにどういった戦法を取りたいかで決められるんじゃないかな。物足りないというよりかは、好みに合わなかったが近いんだよね。だから私はモダンのラシードも押せるよ。モダンジュリちゃんの魅力を見つけられなかった私が悪いということですかね。被害妄想が過ぎるよ、リアちゃん。モダンジュリのように牽制にもコンボにも使うパーツがなくなったというわけではないからね。ただクラシックラシードに比べてモダンラシードの方が攻めがたいというのはあると思う。今日ミキサーの対空無敵が出始めからつかない以上は、相手の飛びを待ってないといけないからね。待ってないといけない以上は、クラシックでもモダンでもラインを上げる行動に制限はかかるのだけど、対の選択肢の強化イーグルがないから揺さぶる手段に勝てるんだよね。私はそれが物足りなかったけど、逆に言えば私のように大味な攻め方に頼るのではなく、通常技とワールでしっかり相手を追い詰めるプレイヤーにはモダンはおすすめしたいかな。ラシードを使って相手にしっかり対応して倒したいと考えるプレイヤーにはおすすめだよ。つまりまとめると、待ちたいプレイヤーさんはモダンで、攻めたいプレイヤーさんはクラシックということですか？いや、そんな極端なこと言ったつもりはないよ。個々のプレイヤーが求める戦術で変わるよって話だからね。イーグルスパイクというわけで、今回はモダンなシードについての動画だったよ。ちょっと雑だったんじゃないですか。クラシックもモダンもどっちも良さがあるみたいな玉虫色な結論でしたし。自覚はあるかな。実は作ろうかどうかも迷ってたからね。モダンラシードはモダンラシードで良さがあるとは思ってるけど、私が面白いと感じる良さではないんだよね。攻めやすさが欲しくてモダンにしたいのに、まさか攻めがたくなるとは思ってなかったよ。でも、モダンラシードと対戦していると、対応力の高さには驚かされるから、好みで使い分けられると感じるのも本音だね。アシスト中コンボの実用性も高いから、モダンで使う意味はしっかり存在していると思うな。ちゃんと良さがあると言えるなんて、モダンに折れた同士というわけにはいかなそうですね。そのあたりは DJ を使ってるなこちゃんや JP を使ってるリリンちゃんにお願いしてほしいかな。 JP と DJ に関してはモダンで触る意味は絶対にないと断言して触ろうともしてなかったからね。ラシードはモダンでも良さがあると思えるからかなりいい調整だと思うな。 DLC キャラということもあってラシードへの対策がまだまだのプレイヤーも多いから、とりあえずマスターになりたいプレイヤーにも今ならおすすめできるよ。最初に覚えることが多くて時間がかかるけど、その分味も長く続くキャラだと思うから、興味があればぜひ触ってみてね。では、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。これが坂巻風のラシードさ。それほどでもないゲーマーチャンネルは、クラシックでもモダンでもラシードのぼったくり連携を推奨します。